License Service。ご視聴していただきありがとうございます。この動画は標識や表示に関する問題の特集です。仮免試験や本免試験でも必ず一定数の出題がありますので、受験前に復習しておきましょう。また、標識などの問題は、イラストを目で見て確かめることも大切です。ご自分の目で見て耳で聞いてご確認することをお勧めします。それでは始めます。問題1。この標識のある場所では、自動車や原動機付き自転車を追い越すことはできないが、軽車両は追い越してもよい。答えは、丸です。標識により追い越しが禁止されている場所や、その他の追い越しを禁止する場所では、自動車や原動機付き自転車を追い越してはいけませんが、自転車などの軽車両は追い越しをすることができます。問題2。この標識は、この先の道路で道幅が狭くなることを示す福音現象である。答えは、×です。この標識は、福音現象ではありません。車両通行帯が少なくなる車線数減少です。道幅が狭くなる福音現象は、こちらの標識です。問題3。この標識がある道路を自転車に乗って通行した。答えは、×です。この標識は、車両通行止めで、自動車、原動機付き自転車、軽車両が通行できないことを示しています。そして、自転車は軽車両なので通行できません。ただし、自転車から降りて押して歩けば歩行者として扱われるので、通行することができます。問題4。原動機付き自転車で交通整理が行われ、道路の左側部分に2つの車両通行帯のある交差点に図の標識があったので2段階右折をした。答えは、丸です。原動機付き自転車が右折をする場合に、交通整理が行われており、原動機付き自転車の右折方法2段階の標識がある交差点や、3車線以上ある交差点では、2段階右折をしなければなりません。問題5。停留所で止まっている路面電車に追いついたとき、乗り降りする人がいたが、図の標識があったので、徐行して進んだ。答えは、丸です。この標識は安全地帯であることを示しています。停留所に止まっている路面電車に追いついたときは、乗り降りする人がいなくなるまで路面電車の後方で停止して待たなければなりません。しかし、安全地帯があるときは、乗り降りする人がいてもいなくても、徐行で進むことができます。問題6。この標識の区間内は、左右の見通しの悪い交差点や見通しの悪い曲がり角、見通しの悪い上り坂の頂上で軽音機を鳴らさなければならない。答えは、丸です。これは、警笛区間の標識です。この標識のある道路の区間内の、左右の見通しの利かない交差点、見通しの利かない曲がり角、見通しの利かない上り坂の頂上を通行しようとするときは、軽音機を鳴らさなければなりません。問題7。標識などによって横断や展開が禁止されているところでは、同時に交代も禁止されている。答えは、×です。標識などで横断や展開が禁止されているところでも、同時に交代は禁止されていません。横断禁止の標識があるところは、横断が禁止、展開禁止の標識があるところは、展開が禁止です。なお、交代禁止の標識は現在ありません。問題8。この標識は、近くに幼稚園や小学校があり、園児や児童の通行に注意が必要な横断歩道があることを示している。答えは、×です。この標識は、歩行者専用です。歩行者だけの通行のために設けられた道路を示しています。そして、こちらの標識が、近くに幼稚園や小学校があり、園児や児童のために設けられた横断歩道の標識です。問題9。この標識のあるところでも、道路の中央から右側部分にはみ出さなければ追い越すことができる。答えは、丸です。この標識は、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止で、同じ意味の表示がこの黄色の中央線です。
この標識などのあるところでは、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけませんが、はみ出さなければ追い越しをすることができます。ただし、追い越し禁止の補助標識がある場合は、道路の中央からはみ出してもはみ出さなくても追い越しが禁止されます。問題10。この標識のある道路でも、原動機付き自転車は時速 30km を超えて運転してはならない。答えは、丸です。この標識は、車と路面電車が表示された速度を超えて運転してはいけないことを示しています。ただし、原動機付き自転車は法定速度が時速 30km なので、標識などによって時速 30km を超える最高速度が表示されている道路でも、時速 30km を超えて運転することはできません。また、故障車をロープなどで牽引する場合なども、標識などで表示された最高速度が、定められた法定速度より高い場合は、その法定速度を超えて運転することはできません。問題11。この表示は、展開禁止区間の終わりを示しているので、この表示を過ぎると展開をすることができる。答えは、×です。この表示があるときは展開をすることができません。展開禁止を示しています。展開禁止区間の終わりを示す表示はこちらの表示で、この表示を過ぎると展開をすることができます。展開禁止の表示とよく似ていますので、間違わないようにしましょう。問題12。この標識がある道路は、準中型貨物自動車は通行することができないが、普通貨物自動車は通行することができる。答えは、×です。この標識は、大型貨物自動車等通行止めです。通行できない自動車は、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車ですので、準中型自動車も普通自動車も通行することができます。なお特定中型貨物自動車とは、中型貨物自動車で、車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上の自動車を言います。問題13。普通自動車を運転しているとき、左端の車両通行帯にこの標識があるときは、交差点を左折する場合でも、その左端の通行帯は通行できない。答えは、×です。普通自動車は、原則としてバス専用通行帯を通行することはできませんが、交差点を左折するときは、道路の左端の車両通行帯がバス専用通行帯に指定されている場合でも、その通行帯に入って左折することができます。その他、右折する場合に道路の右端や中央による場合、工事でやむを得ない場合、緊急自動車に進路を譲る場合も専用通行帯を通行することができます。問題14。図の標識は規制の終わりを示しているので、この標識の先では、中央線をはみ出して前の車を追い越すことができる。答えは、×です。この標識は、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識で、補助標識は規制の始まりを示しています。そのため、この標識の先では、車は道路の右側部分にはみ出して追い越しをすることはできません。ただし、中央線をはみ出さなければ追い越しをすることができます。問題15。この標識のある道路で、人を降ろすために車を止めた。答えは、丸です。この標識は駐車禁止の標識です。そして、人の乗り降りのための停止は駐車ではなく停車になりますので、この標識や表示のある場所でも、人を降ろすために車を止めることができます。問題16。図の標識のある道路は、車の高さが 3.3 メートル以下であれば、荷台の積み荷を含めた高さが 3.3 メートルを超えても通行することができる。答えは、×です。この標識は、積み荷を含めた地上からの車の高さが、標識に表示されている高さを超える車は通行できないことを示しています。この場合、積み荷を含めた車の高さが 3.3 メートルを超えるときは、通行することができません。問題17。
図の警戒標識は、この先の道路が工事中のため、車の通行ができないことを示している。答えは、×です。これは、道路工事中の標識です。この標識は、前方の道路が工事中であることを知らせて注意を促しているもので、通行は禁止されていません。問題18。この表示板があるときは、前方の信号が赤や黄色であっても、歩行者など周りの交通に注意しながら左折することができる。答えは、×です。青地に白の矢印の標識は、一方通行の標識です。この標識は、矢印の示す方向の反対方向には通行できないことを示しています。そして、前方の信号が赤や黄色であっても、周りの交通に注意して左折ができることを示すのは、左折化の表示板です。よく似ていますので間違わないようにしましょう。問題19。この標識のある道路では、大型自動二輪車や普通自動二輪車は通行できないが、原動機付き自転車は通行することができる。答えは、×です。この標識は、大型自動二輪車、普通自動二輪車の通行そのものを禁止するものではありません。これは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車2人乗り通行禁止の標識です。この標識のある道路では、側車付きのものを除いて、大型自動二輪車と普通自動二輪車は、2人乗りで通行できないことを示しています。問題20。図の標識のある道路でも、交差点を右折することはできる。答えは、○です。この標識は、車両横断禁止です。車は、道路外の場所や施設に出入りするための横断が禁止されています。しかし、交差点を右折することはできます。なお、この標識がある道路でも、道路外の施設や場所に出入りするための左折はできます。問題21。この標識は、この先の道路が曲がりくねっているため、速度や対向車に注意が必要であることを示している。答えは、×です。この標識は、滑りやすいの警戒標識です。この先の道路が、雨や凍結などの影響で滑りやすい路面があるので、注意が必要であることを示しています。道路が曲がりくねっているという意味ではありません。問題22。図の標識のある車両通行帯は、路線バスと通学通園バス以外の自動車は通行してはならない。答えは、×です。この標識は、路線バス等優先通行帯です。この標識のある通行帯は、路線バスなど以外の自動車も通行できます。ただし、路線バスなど以外の自動車で通行しているときに、路線バスが近づいてきたときは、その通行帯から出なければなりません。また混雑により、その通行帯から出られなくなりそうなときは、初めからその通行帯を通行してはいけません。また、右左折するため道路の中央や左端による場合などや、工事などでやむを得ない場合は、路線バス等優先通行帯から出る必要はありません。そのまま通行することができます。なお、小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両は交通が混雑していたり、後方から路線バスなどが接近してきても、その通行帯を通行できます。問題23。図の標識は、車両通行帯のある道路の交差点で、進行する方向別の通行区分を示している。答えは、×です。この標識は、車両通行帯のある道路の交差点で、進行する方向別の通行区分を示す標識ではありません。これは、指定方向外進行禁止の標識です。車は、この標識によって直進や左折など、進行方向が指定されている交差点では、その指定された方向にしか進行することができません。そして、車両通行帯のある道路の交差点で、進行する方向別の通行区分を示す標識は、こちらの進行方向別通行区分です。問題24。この表示は、車と路面電車が、この中に入って停止してはいけないことを示している。答えは、
丸です。この表示は停止禁止部分です。消防署などの前に設けられ、緊急自動車の出動を妨げないようにするためのものです。車と路面電車は前方の交通が混雑しているため、この停止禁止部分の表示のある場所で動きが取れなくなる恐れがあるときは、その場所に入ってはいけません。問題25。この標識は一方通行の出口などに設けられ、車は標識の方向から進むことができないことを示している。答えは×です。一方通行の出口などに設けられ、標識の方向からは進むことができないことを示している標識は、こちらの車両進入禁止です。この標識は、一方通行の出口を示しているので、標識のある方向からは進むことはできませんが、反対方向からは通行できます。そして、こちらの標識は、車両通行止めです。この標識のある道路は、自動車、原動機付き自転車、軽車両が通行できないことを示しています。この標識は、この先の道路が歩行者専用道路などに指定されている場合など、車の通行ができない場所にあります。問題26。この標識のある道路では、歩行者が横断をしてはいけないことを示している。答えは、×です。この標識は、歩行者通行止めです。歩行者は道路の横断だけではなく、この標識のある道路を通行することができないことを示しています。自動車専用道路の入り口など、歩行者の通行が危険な場所などに、うっかり歩行者が進入しないように設置されることがあります。そして、歩行者が横断してはいけないことを示す標識は、こちらの歩行者横断禁止です。この標識のある道路が、歩行者が車道などを横断をしてはいけないことを示しています。よく似ていますので、標識の文字を見落とさないようにしましょう。問題27。この標識は自転車専用道路であることを示している。答えは×です。この標識と表示は自転車横断帯であることを示しています。自転車横断帯は、自転車が安全に道路を横断するために設けられた場所です。なお、こちらの標識が、自転車専用道路や自転車道を示す、自転車専用の標識です。問題28。この標識は、道路の中央や中央線であることを示している。そして、中央線は必ず道路の中央に引かれている。答えは、×です。これは中央線の標識で、道路の中央や中央線であることを示していますが、中央線は必ずしも道路の中央にあるとは限りません。片側が1車線、反対側が2車線のような場合や、交通状況や時間によって中央線の位置が変わる場合もあります。問題29。この標識のあるところでは、車と路面電車は直ちに停止できるような速度で運転しなければならない。答えは、丸です。これは徐行の標識です。この標識のあるところでは、何らかの危険があります。そのため、すぐに停止できるような速度で進まなければなりません。一般に徐行とは、ブレーキを操作してからおおむね1メートル以内で止まれるような速度で、時速 10km 以下の速度であると言われています。問題30。この標識のある道路は、車は通行できないので、自転車から降りて押して通行した。答えは、×です。この標識は、通行止めです。この標識のあるところでは、歩行者も、車も、路面電車も通行できません。そのため自転車から降りて押して歩いても、通行することはできません。問題31。この標識のある道路を通行している時でも、左右の見通しの利かない交差点は、徐行して通行しなければならない。答えは、×です。この標識は、優先道路を示す標識です。左右の見通しの利かない交差点は、徐行しなければならない場所ですが、この優先道路の標識のある道路を通行しているときは、徐行しないで通行することができます。
また、中央線が交差点の中まである道路も優先道路ですので、このような道路を通行している場合も徐行しないで通行することができます。問題32。この標識のある道路は、普通自動車の通行が禁止されているので、準中型自動車は通行することができる。答えは、×です。この標識のある道路では、準中型自動車も通行することはできません。この標識は、二輪の自動車以外の自動車通行止めです。大型自動二輪車、普通自動二輪車などは通行できますが、その他の自動車が通行できないことを示しています。問題33。図のような表示の路側帯は、その中に入って駐停車をすることができないが、歩行者と軽車両は通行することができる。答えは、×です。この路側帯は歩行者用路側帯です。軽車両も通行することができません。歩行者のみ通行できます。もちろん路側帯の幅が広い場合でも、車は路側帯の中に入って駐停車もすることはできません。問題34。この表示のある道路では、青い車は右側の車両通行帯へ進路を変えることができない。答えは、×です。車は、車両通行帯が黄色の線で引かれている時でも、自分の通行している通行帯の側に並行して白の線が引かれている時は、その線を越えて進路を変えることができます。ただし、黄色の線が引かれている側の通行帯を通行している時は、進路を変えることはできません。問題35。この表示は、この先に交差点があることを示している。答えは、×です。この表示は、前方に横断歩道や自転車横断帯があることを示す指示表示です。また、前方優先道路の表示とよく似ていますので間違わないようにしましょう。問題36。この標識のある道路では、総排気量 125cc 以下の普通自動二輪車や原動機付き自転車、ミニカーは通行することができない。答えは、○です。これは、自動車専用の標識です。この標識は、高速自動車国道または自動車専用道路を示し、どちらの道路も総排気量 125cc 以下の普通自動二輪車、原動機付き自転車、ミニカーは通行することができません。問題37。この標識のある道路は、学校、幼稚園、保育所などの通学通園路を示し、車は通行してはいけない。答えは、×です。この標識は、この先に学校、幼稚園、保育所などがあることを示したり、その通学路や通園路を示していますが、通行を禁止するものではありません。子供の急な飛び出しや、子供の通行に注意をしなければならないことを促す警戒標識です。問題38。この2つの標識の意味は同じである。答えは、○です。この2つの標識の意味は同じです。どちらも補助標識の意味は終わりを示しているので、これらの標識のあるところから先は、規制速度の終わりを表しています。問題39。図のような路側帯の幅が 0.75 メートルを超える道路に駐停車する場合は、路側帯の中に入って、車の左側に 0.75 メートル以上空けると良い。答えは、×です。実線と破線の路側帯は、駐停車禁止路側帯です。たとえ路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合でも、この路側帯の表示のあるところでは、この中に入って駐停車してはいけません。駐停車する場合は車道の左端に沿って駐停車します。また歩行者用路側帯である2本の実線の表示のある路側帯の表示があるところでも、この中に入って駐停車することはできません。問題40。この標識は、この先に踏切があることを示している。答えは、○です。これは、踏切ありの警戒標識です。この先に踏切があることを示しているので、安全に停止できるように注意して走行します。これで練習問題は終了です。
免許試験のご参考としていただければ嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。